研究室でも生産現場でも大事なことは皆同じだということですね。はい、炭素加工に限ったことではないんですが、どんな開発においてもデータを積み重ねた上で、想像力をいかに働かせるかが工業技術には必要だと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。技術者のための教養講座シリーズ生産技術肝臓の将来第3回。本日は前回に引き続き東京大学工学部白洋機械工学科福田良一さんにお話を伺いました。ラジオドラマの時間になりました。岸田邦夫作雪だるまの幻想をお楽しみください。雪の降る日、私たちは目覚め、雪の消える日、私たちは寝る。悲しみもなく、怒りもなく、喜びもなく、ただ静かに。私たちは息づき、風に舞い立ち行こう。雪は私たちの命。雪は私たちの装い。白く冷たく私たちは一人ぼっちの人と話をする。あのおじいさんはどうだろう。いつも一人きりで川口の小屋に住んでいるわ。そうね、7年も前からあそこにいるのね。来た時は一人じゃなかったわ。戦争が済む少し前に家族と一緒に疎開してきたのよ。使えなくなった水車小屋を借りたんだわ。そうそう、あの時はおじいさんの他に3人いたわ。息子のお嫁さん2人と一番下の娘と。それがみんな東京へ帰ってしまったのに、おじいさん一人帰りたがらないのはどういうわけ？この土地が気に入ったんでしょ？東京が住みにくいから。それもそうだけど、第一、あのおじいさんは人嫌いなのよ。誰もそばにいてほしくないのよ。わがままなのね。偏屈なのよ。そうじゃないわ。子供たちとはそりゃあうまくいってるのよ。みんなおじいさんを愛していて、おじいさんも子供たちには本当に優しいのよ。そうなら文句ないじゃないの。そこが不思議なのよ。ほらよ、昨日から長男夫婦と下の娘が東京からわざわざ訪ねてきて、い
一生懸命連れて帰ろうとして口説いてるわ。無駄よ。そんなことをおじいさんが動くもんか。とにかく様子を見に行こう。珍しいこと。うちの周りの夜がきれいにかき寄せてあるわ。ああ、今朝みんなで雪かきしたらしい。まだ二人表にいるわ。何してるのあの二人。雪だるまをこしらえてるのよ。あんな年をしておまけにヌーで。あの息子は彫刻家なのよ。見てごらん。ちゃんとした女の半身よ。おじいさんが縁側にしゃがんでニコニコ笑ってるわ。下の娘はモンスターにかじりついて新しいっていうような顔してるわ。雪の彫刻は近頃あっちこっちで始めたようだが、なかなか面白いもんなんだ。しかし相当冷たいね。肩はそれでいいの？もう少し丸みをおつけになったら？一尺もらおうか。お父さん、どんな顔してる？とってもお嬉しそう。何かお知りたいんだわ。ここへ来てごらんなさいって言ってあげろよ。長靴を二人で占領しまったな。君のを貸してあげなさい。おじいちゃま、そばへ行ってご覧になりません？ちっとも寒くない。もっとそばでご覧になりたくありません？長靴お履きになります？杖が台所の隅にある。お待ちになって。すぐ持ってまいりますわ。
よしこちゃん、おじいちゃまにお街灯お着せしてね。おじいちゃまはだっていつでも街灯なしで散歩なさるわよ。ああ、早く東京へ帰りたくなっちゃった。靴の中に雪が入りましたから、少しお気持ちが悪いかもしれませんよ。はい、お杖。大丈夫ですか？横からも見てください。この角度からが一番いいと思うんです。もう少しこっちです。材料っていうものは不思議なものです。雪はある種の女の魂に通じているような気がします。黙っていてくれ。おじいさんの瞳があんなに光ってきた。おじいさんの手があんなに震えている。生きているようだ。いや、生きていた時そっくりだ。おじいさんはあんなに顔をくっつけて、じっと雪人形の首筋を見つめてる。ユキコ。ユキコ。20年前に亡くなった奥さんの名だわ。と思ったらまた空模様が怪しくなったわ。もう降ってきた。お父さん、うちへお入りになりませんか？やだ、ストーブがあったかくないわ。よしこちゃんたら薪もくべないで当たってたの？薪を持つと手が汚れるんですよ。さあさあお姫様、ここおどき遊ばせ。おじいちゃまのお座りになるとこよ。ねえ、どうするの一体。無理やり逃げたって帰りましょうよ。こんなとこで私2日も過ごすのつまんないわ。3人がかりならなんとかなると思ったんだけど、なかなかどうして。はい、おじいちゃま、乾いたおたびとお履き替えになって。僕も靴下がぐしょぐしょだよ。
ちょっとお脱ぎになったらすぐ乾かしますわ。おじいちゃまをすっかり感心させておしまいになったわね。そんなにおばあちゃまに似てるんですの？あの雪だるま。似てるらしいね。僕はただぼんやりと覚えてる印象をどの程度活かせるかと思ってやってみたんだが。喉が渇いた。今お茶を入れますわ。へえ、あれ死んだお母さんなの？よしこがモデルだとばかり思ってた。バカ。だってよしこちゃんにしちゃ老けてるわ。おばあちゃまの若い頃なんて私は想像もつかないけれど、お写真だって私は一度も見てないから。はあ、みんな家と一緒に焼けちまった。おふくろが死んだのは20年前で40になるかならないかだったから、僕はその自分のおふくろよりもっと若い君ぐらいの年のおふくろを一番はっきり目に浮かべることができるんだ。なんかこう透き通るような感じの人だった。おじいちゃま、はい、お茶どうぞ。ありがとう。はい。おいよしこ、そこにある補聴器をお父さんに取ってあげなさい。嫌ですって。いや困るな。お父さん、もう少し僕たちの話を聞いてください。うるさいかもしれないけど、なんだかまだ気が済まないんです。昨日からたびたび申し上げたように、お父さんは不自由は構わんとおっしゃるけれど、我々子供の立場からはそれを黙って放っとくわけにはいかんのですよ。映像夫婦とも相談したんですが、せめて我々兄弟の家へ一月ずつというふうに、あるいはお父さんのお気の向くままに代わる来ていただくというふうにしたらどうでしょう。何遍聞いても同じだ。ここに置いてもらった方がいい。日々の係はもっと節約できんことはない。春子の言う毎日の場合には誰に迷惑もかけんようにする。医者や薬の心配はもういらん。俺はぽっくりと死ぬか、さもなければ消えるように眠ったまま息を引き取る。いずれ見つけたものが灰にしてから知らせるだろう。そういうことに手はずをつけておくよ。それでいいじゃないか。そんなわけにはいきませんわ。僕はそのお気持ちもわからないわけじゃありませんが、お父さんの老後のご生活を完璧なものにすることはちょっとできないんです。例えば早い話がここでこうしてお暮らしになるにしても、誰か適当な身の回りのお世話をする人間をつけるというようなことですね。だからそんなものは必要はないと言ってるんだ。必要がないどころじゃない。むしろ邪魔だ。私もそう思うわ。一人でいたい人に何がいるっていうの？
若いお嫁さんでも来るなら別だけど、またよしこちゃん。お兄さんたち、あんまり戦地にならない方がいいわ。そんなことはお前が言わなくたってみんな考えてることだよ。少し長く生きすぎるということはほとほと苦労なことだ。自分の欲望はただなるだけ周囲に負担をかけたくないということだが、それすら思うようにはいかんのだ。そういう心遣いをされることが我々には案外大きな負担なんですよ、お父さん。そうかもしれん。だからそういうことは口に出さんつもりでいたんだ。言うことを聞かん、厄介な老人で通しても構わん。私たちの言い方が下手なのかもしれないわ。諦めましょうか。まあ、諦めた方が良さそうね。もともとじゃない。くどいようですが、もし今後誰かそばにいる必要があるようでしたら、すぐにそうおっしゃってください。もう春子でも何でもよこしますから。それじゃ、もう我々はこれくらいで引き上げましょう。もう補聴器は外してもいいか。こいつをつけてるとどうも鬱陶しくていいか。一人でいらしてもそれお使いになることある？うん。春になると夜明けに小鳥の声が聞きたくなるんだよね。お姉さんは私帰りには白いセーター着てくわ。その方がいいでしょ？さあ、雪の中を白いもので似合うかしらね。あなた、この次の電車は何時でしたっけ？知らん。おじいちゃんに聞いてごらん。おじいちゃま？ほら、どこいらしたの？おじいさんは縁側に出てきてじっと外を眺めている。さっきの雪の彫刻を焼けつくような目で見据えている。あ、おじいさんは裸足のまま下へ降りた。ふらふらと杖にすがって歩いてくる。おじいさんは一足一足雪の中へ足を踏み込む。さっきから降り出した粉雪がおじいさんの肩を、頭を、そして背中を真っ白にする。おじいさんは
雪人形のそばに近づいて、その周りを一回りする。やがてその横顔を手で撫でる。ユキコ。ユキコ。俺のことがわかるか？ええ、わかります。お声が聞きたかったわ。あ、お前の声だ。久しく聞かなかった。お前の声だ。ずいぶんお年を召しましたね。まあ、そう言うな。お前はまだそんなに若いままでいるのか。俊二が私を若返らせてくれたんですわ。一番美しかった自分です。それだけにまたひとしお寂しさを知り始めた年頃です。お前は自分の短命を密かに覚悟していた。俺は後になって気がついた。お別れするのがずいぶんつらかったわ。俺の方がどんなにつらかったか。俺はしかしお前をとう幸せにはできなかった。そんなことないわ。私は幸せでした。お前は一度も俺にそう言ったことはない。言わなくってもそう思っていました。それでいいでしょう。一度でいいからそれを言ってほしかった。どうしてもそれをあなたの前では言えなかったの。私はそういう女でしたわ。悪いと言うんじゃない。お前が今まで生きていて俺と一緒に年を取ったらきっと黙っていても分かったのだ。どうして後の奥さんをおもらいにならなかったの？私はちっとも構わなかったのに。お前は子供のことが気がかりだったのだろいいえ、子供のためには本当言うとそれは難しいと思っていました。それよりも何しろあなたはいろんな意味でお一人では困ると思ったの。あなたはいろんなことが不吉祥だし、よく物忘れはなさるし、筆不詳でどこへも手紙の返事はお出しにならないし、それに本当言うとあなたはご自分でご自分を慰めるっていうことができない方なんですもの。誰かがそばからそれとなく元気をつけてあげなければすぐに気を腐らせておしまいになるんだわ。ね？そうでしょう？私が少しは
そういうお役に立っていたでしょう。どうして私の代わりになる人をお見つけにならなかったの？理由はない。ただ、なんとなく自信が持てなかったのだ。そうでしょうね。それくらいのところだわ。もちろん、お前のことを忘れかねたという理由を挙げてもいい。それとこれとは別だわ。忘れてほしいって言ってるんじゃないわ。そうなのよ。あなたは私に対してだって本当は自信が終わりにならなかったのよ。そう言われれば、そういうところもあった。お前は、俺よりももっと優れた男を見つけるべきだったと、始終思っていたからな。それがあなたの欠点よ。悪徳だわ。まったく。悪徳も、もうあとそんなに長くは続かないよ。いいえ。そうお思いになったら間違いよ。私もあれからずっといまだに自分の悪いところを捨てきれないでいるんです。お前に悪いところなんかあったか？もしあったとすれば、少し世の中を甘く見ていたぐらいのもんだ。それもそうですけど、私は何よりも情熱っていうものを軽蔑していました。それが自分にないからというよりも、それを人から指摘されるのが嫌だったんです。人からじゃないだろう。相手の男からだ。ズバリですわ。つまり、あなたから。俺から。愛される以上に愛することの寂しさをいつの間にか教わっていたんです。しかしその逆もまた寂しいことをお前は知らなかったのだ。一人になってそれが分かりましたわ。一人になったからではない。肉体と関わりのない世界に行ったからだろう。そうお思いになって、私は肉体を失って後に何が残るかを問題にしていませんわ。私は肌に自分を感じ、あなたを感じています。私の肌は冷たいかもしれないけれど、それで苦痛も喜びも受け入れることができるのですわ。お前に尋ねたいのだが、お前のいる世界で夫婦は一緒に暮らすことはできるのか？できると思いますわ。そうしている者がいくらもいますから。巡り合えない者もいるだろうな。それはいくらもいますわ。その方が多いくらいですわ。新しい相手をそこで作ることは許されないのか？違うんです。全く違うんです。この世界では恋愛も成就もありません。あるのはただ
前世の記憶が結びつくということだけです面白いなあ。記憶が結びつくか。お前と俺のいろんな記憶が。俺はもう生きるということには飽き飽きした。しかしこのままではお前のそばには行けないだろうな。もう一息だわ。それは分かっている。子供たちはもう大丈夫でしょうね。大丈夫だと思う。そんなら早くいらっしゃい。どうすればいいんだ。私の肩におつかまりなさい。目が見えないよ。しばらくの我慢よ。すぐ目の前が明るくなってよ。思いがけないことだ。ありがたいことだ。どこへでも連れて行ってくれ。手を離しちゃダメよ。おじいさんはさっきから雪人形の前に膝をついてさも嬉しそうに話をしていた。おじいさんの体は星まで雪の中に埋まり、腰から上はだんだん降り積もる雪に包まれて、やがて一つの雪だるまになってしまう。しんしんと雪は降り続く。いつ止むともなく降り続く。しんしんと雪は降り続く。おじいさんの話し声はぴったりとやんだ。しんしんと雪は降り続く。おじいさんの雪だるまはいつまでも動かない。おじいちゃま、おじいちゃま、どこへいらしたんでしょうね。ご不浄でもないわ。まさか出かけたんじゃあるまい。お靴もちゃんとあるし、杖が見えないぜ。あら、本当だわ。
ちょっとちょっと、雪だるまがいつの間にか一つできてるわ。あのすぐそばに。三人は恐る恐る新しい雪だるまのそばに近づき、三人は懸命に雪の表面を手でかき落とす。いくらかき落としても何もそれらしい手触りはない。ないはずだわ。おじいさんはもうそこにはいないのだもの。雪だるまは跡形もなく崩され、一本の桜の杖が突っ立っていた。何でしょう、これは。どういう意味でしょう。意味なんかあるもんですか。おじいちゃまは気まぐれに自分で雪だるまを作ったのよ。そして杖を忘れたままブラブラその辺を歩いてるのよ。おじいちゃんにこの雪だるまは作れない。そんならどうしてできたの？わからん。とにかくその辺をもっと探してみましょうよ。子供じゃないから大丈夫よ。勝手にさせとくといいわ。おじいちゃま、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 お父さん、おじいちゃま、おじいちゃま、おじいちゃん、おじいちゃま、おじいちゃま、お父さん、おじいちゃま、おじいちゃま、おじいちゃま。もういなくなったもの。どこまで探しに行くんだろう。雪の降る日、私たちは目覚め、雪の消える日、私たちは眠り、悲しみもなく怒りもなく、喜びもなく、ただ静かに、私たちは息づき、風に舞い立ち行こう。雪は私たちの命。雪は私たちの装い。白く冷たくもろく、白く冷たくもろく、そっとそっと。私たちは一人ぼっちの人を尋ねる。ラジオドラマ岸田邦夫作雪だるまの幻想、大河原直太、大島みどり、高田美穂でお送りいたしました。
日はありがとうございました。本日はご来場いただきありがとうございました。この妖精たちの作成者である佐々木文子さんが今日はいらしています。文子さん、ありがとうございました。ではこの後出演者客席に降りてまいりますので、ごゆっくりご観覧くださいませ。どうぞこの妖精たちもお近くまでお寄りになってご覧ください。